ご視聴ありがとうございます。北アイルランド在住の奥美です。今日はですね、義理の父にじゃがいもをたくさんいただきまして、これ彼の畑で採れた新じゃがなんですよね。で、このじゃがいもを使って1週間料理のチャレンジをしたいと思います。さすがにすぐには食べきれなかったので、こういったね、茶色の紙袋に入れて暗いところで保存することにしました。1日目、新じゃがのバター和えを作ってみました。もう取れたてのじゃがいもなので、こういった小さいものとかもう洗って、湯がくとそのまま食べれるんですよね。皮もそのまま食べられます。ただちょっと芽が出てるところが気になったので、その部分だけ取り除いてます。で、こういった感じで一口サイズに切りまして湯がきます。で、湯がくとですね、皮がポロッと剥がれますし、でもこの皮もそのまま食べれるんですけどね。ケリーゴールドですね。アイルランドのバターで和えて、お皿に移して、塩コショウ。で、パセリ。で、この日使ったのが、乾燥のディルですね。ディルのハーブ使います。これを適量かけて混ぜますね。でもこれだけで出来上がりなんですけれども、お野菜と一緒に、添えてですね食べてもいいですし、あとマヨネーズをつけるとですねちょっとポテトサラダ風になって美味しいですよ。で、2日目はアイリッシュシチューを作ってみました。で、アイリッシュシチューはね、その名の通りアイルランドの伝統的な家庭料理なんですけれども、ちょっとこの新じゃがですし、皮がちょっと取りにくかったですかね。こんな感じで一口サイズに、均一に切りまして、で、玉ねぎを炒めて、で、牛肉も一緒に炒めます。で、そこに人参ですね、投入します。で、一緒に軽く炒めます。で、先ほどのじゃがいもを投入しまして、で、私はお湯入れてますけども、お水でも大丈夫です。で、ひたひたに入れます。ローリエの葉っぱですねを入れて、塩コショウで、そして湯がきます。湯がくというか、煮込みですよね。で、もう数時間でできちゃうんですけど、これ実は一晩置いて翌日に食べた方が美味しいです。で、これビーフコンソメのキューブですね。私そのまま入れちゃってますけども、まず溶かしてから、ちょっと液体になってからこのシチューのポットに入れても大丈夫です。はい、こんな感じでアイリッシュシチュー出来上がりました。で、3日目はですねフィッシュ&チップスを作りました。で、このですねギザギザのナイフ、はい、これ日本から買ってきたんですけども、我が家はですねこのナイフ使ってするとなんか美味しい気がしてこれでチップス作ってます。で、イギリスではフライドポテトのことをチップスと言って、ポテトチップスのことは逆にクリスプスって言いますね。はい。で、チップスまず水にちょっとつけておいて、でそれを、水をまた、流しまして、で、このクッキングシートですね。で、これでクッキングペーパーでこの水気を軽く取ります。で、そこにうちの場合はグルテンフリーの粉をかけてるんですけど、小麦粉でも大丈夫だと思います。で、それをまんべんなくこのじゃがいもにつくようにします。で、油をですねお鍋に入れまして、そこでチップス揚げていきます。で、うちケチなのでちょっとね油少なめにして揚げてますけれども、2年くらい前ですかね、エアフライヤーっていう調理器具が流行ってですね、今も持ってる人多いとは思うんですけど、その油で揚げなくてヘルシーで、しかも電気代が安いっていうことでエアフライヤー使ってチップス作ってる家庭も多いみたいなんですけど、うちもうキッチンにエアフライヤーを置く場所がなくて、で仕方なくこんな感じでもうずっと油で揚げてます。で、今回はね岐阜のじゃがいもを使うという目的だったので揚げてますけれども、スーパーでね
冷凍で売られてるチップスとかだとオーブンに入れて調理することもできます。物撮りするの忘れてました。すいません。で4日目はですね、シェパーズパイを作りました。でシェパーズパイもアイルランドの伝統的な家庭料理ですけれども、4日目ともなるとじゃがいもの皮を剥いたり切ったりしてるところをね、撮影するのがちょっと面倒くさくなっちゃってすいません。まず玉ねぎ小さく切ったのを炒めます。で次この日はですね、牛肉のミンチ肉を使ったんですけど、本当はシェパーズパイっていうのは子羊のラムの肉を使うんですよね。でも私の周りのアイルランドの人は牛肉でもシェパーズパイって言ってるので、シェパーズパイということにします。はい、先ほどのね炒めたところを、お湯か水で浸してしばらく煮込みます。で本当はね深いお鍋の方がいいと思うんですけども、ちょっとこの日別のことに深いお鍋使ってたので、もう仕方なくフライパン使わせていただいております。で先ほどビーフコンソメをですね溶かさなかったんですけど、この日はビーフコンソメちゃんとまず溶かしてから入れるようにしてました。そしたら硬いコンソメが残ってることがないので便利かと思いますね。でその煮込んだものをこのオーブンディッシュにこういうふうにまんべんなく平らにして入れます。でこれじゃがいもを茹でて水を切ったものですね。ここにケリーゴールド、アイルランドの有塩のバター入れて、牛乳入れて、でマッシャーでこれマッシュポテトをね作ります。で先ほど煮込んだものの上にこのマッシュドポテトをまんべんなく乗せるんですよね、フラットに。で仕上げはこのフォークでつついて、このマッシュポテトが平らになるようにします。でここでですねちょっと個人的ななんて言うんですかね、もうおのおののことになるんですけど、私はこの日ちょっとなみなみの模様を描いてますけど、フォークでつついて本当にフラッフィーっていうんですかね、ふわふわな仕上がりにするみたいな人もいますし、縦横みたいな感じでなんていうんですかね、スクエア型にするような形もありますし、これはもう本当に人によりますね。でこれをオーブンに入れてで完成です。で5日目はポテトコロッケを作ってみました。で5日目ともなると、もううちの子供たちからちょっともうライスお米食べたいというリクエストが出まして、仕方なくちょっとじゃがいも使いますけれども、ポテトコロッケをですねおかずにして、主食はこの日はご飯にしてということにしました。でこれも牛ミンチですね。牛ミンチに、玉ねぎ、キャベツ、人参とちょっと野菜多めで、それにじゃがいももたっぷり使った、コロッケにしました。でね、コロッケってじゃがいも湯がいて、でそれをまた冷まして形にして揚げるっていうのがですね、他のその数日前にやったシェパーズパイやアイリッシュシチューとかに比べると工程が多いので、手間がちょっとかかるかなとは思いましたね。こういう風にね冷まして形作って揚げてっていうと、ちょっと犬が寝転んでるのをご覧いただけるかもしれませんけど、ちょっと犬はこういった揚げ物の匂いが大好きでですね、ちょっと近づいてくることがあります。はい、これでコロッケが焼き上がりました。こんな感じですね。で6日目はローストポテトにしました。で確かねこの日はチキンのローストで主食をですねローストポテトにしたはずなんですけど、これもじゃがいも湯がきまして、水を、切りまして、でそれでオリーブオイルをかけまして、もうまんべんなくですねどの面にもオリーブオイルがかかるようにして、でこれをオーブンで4、50分ですかね
で焼きまして、それでオリーブオイルが、カリッカリになりますので、これでローストポテトの完成です。で7日目はポタージュスープにしました。というのも、その前日がですね、チキンのローストとあとローストポテトだったんですけど、ちょっと余ってしまったので、その余った分の野菜も一緒に入れて、ローストポテトも入れて、ローストチキンも入れて、しばらく煮込んで、コンソメを確か入れましたね。でこのハンドミキサーでぐわーっと混ぜまして、もうドロドロにします。でこれでじゃがいもとチキンですねのポタージュスープの完成です。はい、上にちょっとパセリですね、このフレッシュパセリをのせて完成です。こんな感じで7日間チャレンジ、じゃがいもチャレンジしてみました。それがですね、その数日後、実はまた義理の父からさらにじゃがいもをもらうことになりました。はい、これね、きっと3日間分ぐらいありそうなので、まだまだチャレンジは続きそうです。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。またの動画でお会いしましょう。